皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の8月の23日、金曜日ですね。時間が日本時間の夜の9時11分ということで、約40分ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のワイワイニュースライブは通算で2841回目ということで、今のところ音声も映像も問題なく配信されているということです。今日金曜日の放送を始めたいというふうに思います。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように詩なんですね。もしも戦後の日本国民がなすべきことをしていたならば、世の中はずっと良くなっていただろうということですね。ということで、いつものように、最新のお知らせですね。昨日木曜日夜放送しましたワイワイニュースライブのメインテーマ、日本国憲法の表の 5つの基本理念は GHQ が巧妙に埋め込んだ裏の時限爆弾によって破壊されたというメインテーマでしたね。それを表紙に表していただきました。非常に分かりやすいですね。こういう表紙です。日本国憲法5つの基本理念ですね。1、主権在民。2、民主主義。3、反戦平和。4、個人の自由と基本的人権の尊重。5、隣国との平和共存と。これがGHQ 裏の時限爆弾、巧妙に埋め込まれているとによって破壊されたと、こういう非常に分かりやすいんですね。という表紙を作っていただきました。で、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが308名様、YouTube が690で、全部で約1000ですね、998というふうになってます。そして今日の画像ですけど、昨日画像でですね、プリントをし忘れて、お見せできなかったんですけど、海上自衛隊がすでに、建設して、これフィリピン沖を訓練のために航海中の空母ですね、出雲ということで、もう完全に空母なんですね、これ。ですから専守防衛の国、日本がこんな空母を持つ必要があるのかと、全くないんですよね。まさに憲法9条違反なんですけど、日本は憲法裁判所、独立した憲法裁判所ないですから、こういう憲法違反が公然と時の自民党政権、安倍政権によって公然と憲法違反が何事もなかったかのように、このように公然と行われると。もう日本国民は慣れっこになっちゃったんですね、これ。で、今日の画像ですけど、イタリアですね。イタリアの大統領。この方が今、連立政権が崩壊した後、どのように、するかということで、マッタレッラ大統領っていうこの方なんですね。で、彼が 2日間にわたって、各党の代表者と協議をしているということで、連立政権ができないかどうかという協議を終えたばっかなんですね。で、連立政権ができない場合は総選挙になるという、この決定権をこの大統領が持ってるんですね。ということで、イタリアのセルジュ・マッタレーラ大統領ということなんですね。
で、今日の一言の中で、イタリアの大統領制とは一体どうなってるのかということをちょっと調べたんですけど、ウィキペディアですね。イタリアの大統領は選挙といっても議会上院両院の議員と地方代表による間接選挙で選出されると。で、国家元首としての権威はあっても行政や軍事に関する権限はことごとく首相の下にあるということなのね。で、その首相は大統領によって任命されるが、通常は議会が行う主犯指名をそのまま受け入れるに過ぎず、したがって首相の事実上の任命権者は議会ということと。このようにイタリアの大統領の政治上の重みは首相のそれに比べると微々たるものであることから、同国の政治体制は通常議院内閣制と分類されると。それではイタリアの大統領とはただの国家の象徴に過ぎないのかというと、実はそうでもなく、例えば議会の解散権は各方面との調整の上で、機を見て大統領一人がこれを決断する専権事項となっていると。解散権を持ってるんですね。で、また特例だが首相の任命に関しても、大統領大権によって議会に議席を持たない人間をこれに起用することが憲法上可能となっていると。イタリアではこれらが政界再編に影響を及ぼすことがたびたびあったということで、単なる、儀礼的な国家の象徴としての大統領ではなくて、議会の解散権を持っていると。そして場合によっては、民間人をですね、自分の権限によって首相に任命する権利を持っているということで、非常に特殊な大統領制なんですね。というのがイタリアの大統領制ということですね。日本は議員内閣制だけで大統領いなくて、大統領の代わりに象徴天皇がいるということなんですけど、象徴天皇は政治的な行為は禁じされていると。国事行為のみであるということから、結局は内閣総理大臣が全ての権限を持っちゃってる、実は絶対的な独裁制なんだということを、昨日のメインテーマでも取り上げましたけど、そうなんですよ。本来だったら日本も行政のトップとしての大統領を直接選挙で国民が選ぶということ、それと議員内閣制、大統領制と議員内閣制のハイブリッドでやるべきなんですね。そして、三権が分立していると、本当の意味で分立しているということで、ですから議会の解散権は大統領ではなくて議会自身にあるというふうにすべきなんですね。それと司法のトップも最高裁長官と判事15名は直接選挙で選ぶという、ですから3県の国会議員から内閣のトップ大統領、そして最高裁長官と判事、これはことごとく直接国民が選挙で選ぶということが正しい道なんですよね。ということで、最初のイタリア、おそらくですね、連立、要するに、下院で、過半数665かな、だから383の議席を多数派を占められる政党が2党とか3党集まって、連立政権を樹立するということなんで、今競い合ってるのが5つ星と、それから前の政権の民主党ですね。これが連立の交渉に入ってるみたいですね。で、2つ合わせるとどうにか過半数なんじゃないですか。ですから可能性としては5つ星プラス中道左派の民主党、
プラス他の少数政党が連立を組んで、下院の過半数を獲得して、そして、首相は五つ星の若い首相ですよね。彼になるという可能性が今のところ出てきたんですね。それが失敗するとサルジーニかな、いわゆる極右ファシスト同盟、とそれから中道右派あるいは他の極右政党との連立内閣ができちゃうということで最悪のパターンになっちゃうんですね。ということでおそらくここ2、3日で、どうなるかっていうのが決まるんじゃないですかね。で連立政権ができなくなると総選挙になるということですね。ということで、そうですね。で2つ目の画像ですけど、これは日刊現代の記事に今日取り上げたんですけど、日本の産業を根こそぎ破壊するいわゆる通産官僚だという金子慶応大学の金子勝さんかなの記事を今日取り上げたんですけど、ここに出てるですね通産官僚の3人、官僚と大臣から世耕、これですね、今井貴也というこいつですね、首相秘書官で、彼も首相の秘書官だったんですね。柳瀬忠夫という通産官僚出身で、前の麻生の時とそれから安倍2代にわたって首相の秘書官を務めて、でも彼は例の家計問題でですね、家計問題は首相の、首相の案件だというふうに言って、クビになっちゃったんですね。この2人、そして世耕、今の通産大臣と、この3人がことごとく日本の産業を潰していると、破壊しているという、確かにそうなんですね。で特に柳瀬っていうのは日本の原子力政策の基本計画を課長時代に作成したいわゆる原発推進派の中心人物なんですね。で彼らこの今井と柳瀬が中心になって原発の再稼働、そして原発の輸出全部失敗しちゃったんですね。であるいは半導体とそれからディスプレイ、液晶等々のいわゆる日本企業連合を通産省主導で作ったんですけど、途中で経営的に破綻の淵になって通産省が主導して3500億とか4000億の税金を投入しても結局は破綻して台湾とか中国の企業の軍門に下っちゃったということで、ろくでもないやつなんですね、こいつらね。これがみんな東大出なんですよ。東大出っていうのは戦前と同じように、国家権力犯罪者の養成学校だということでしょうね。これが2枚目ですね。この柳瀬っていう柳瀬忠夫という元首相秘書官の経歴ですね。これウィキペディアで日本の経産官僚ですね。通産経産官僚か、今は経産原子力政策課長時代に原子力立国計画をまとめ原発推進派として知られると、麻生内閣安倍内閣の2回首相秘書官を務めたということで、静岡県出身で
東京大学法学部卒業して通商産業省に入省してイェール大学に留学したと。イェール大学ですよ。そして、資源エネルギー庁原子力政策課長とかずっとやって、それで、麻生内閣の大臣秘書官をやったんですね、2008年。そして第2次安倍内閣の内閣総理大臣大臣秘書官を2012年にやったと。そして例のいわゆる首相案件という発言が問題になって、証人喚問、国会の証人喚問もされたんですね。で、彼は2018年の7月、去年の7月、退官したんですね。で、去年の12月に東芝クライアントソリューションの非常勤取締役、そして今年の2月に NTT の海外事業を統括する中間持ち株会社の非常勤役員ということですね。だから通産省ですから、特に東芝とか NTT とか天下り、早速天下ってんですね。セコっていうのは NTT 出身ですからね。だからみんなつながっちゃってるんですね。ということです。砂月金さん、そうですね、この記事ですね。東京の稲子さん、お茶爆店からコンティニューコインですね。から砂月金さん、今から外出しますので始まったばかりですが失礼します。そうですね。から南スーダン駆けつけ警護と同じく巻き込まれたアイテムと出雲空母出雲ですか。から砂月金さんが初めてのご覧の方へということで、毎回のアテンションをアップしてくれましたね。山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があったため禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有ご賛同ならツイッター連携で拡散共有をお願いしますということですね。砂月金さん、今日のメインテーマですね。もしも戦後の日本国民がなすべきことをしていたならば世の中はずっと良くなっていただろうと。今日のメインテーマですね。土山純一さんですね。いつもありがとうございます。お茶爆店とコンティニューコイン2枚ですね。から小宝白さん小龍白さんか、コンティニューコイン配信ありがとうございます。からこの放送の前ですね、砂月金さん、科学的観光物を沈黙させて言論の自由を抑制するアメリカのソーシャルメディアサイトというマスコミに載らない海外記事ですね。ということです。ということで、2枚目ですね、この通産官僚と通産大臣、この3人が日本の産業をことごとく破壊していると。とんでもない、だから通産官僚が安倍の側近として今外務官僚を押しのけて、彼らがですから今回の、韓国への一連の、輸出規制、ホワイト国除外等々は彼らですよ。彼らが主導してるんですよ。でそれのしっぺ返しを受けたということですね。から3番目の画像、これもひどいね。横浜の市長林文子と、彼女はいわゆる横浜へのカジノの誘致に関して選挙の時等々一切沈黙してたんですね。判断できないと、判断材料がないと。そしたら突然
一昨日ぐらいに誘致すると言い出したんですね。これはなぜかというと、9月から横浜市議会が始まって、その時に当然ながら誘致するということを発表しないと議会に予算がつきますんで、予算が必要なんで、議会での予算審議ができなくなるということで、今までずっと黙ってたんですけど、最後の最後で公表せざるを得なかったということなんですね。この女、とんでもないね。もうリコール運動してやめさせるしかないですよ。これもう完全に、もともとは民主党から出たいわゆる、野党候補だったんです。野党から出たんですね、最初3戦目ですから。そしたら途中で自民公明の方に寝返ったというとんでもない人間なんですね、これ。林文子です。何でしたっけ。そうか、今までの表紙、これか。うわ、これは違うよね。違うやつをアップしちゃった。これですね。これが表紙ですね。それから現時点での視聴者数約1000名。それと今日の画像ですね。イタリア連立政権ができるかどうかの鍵を握っているのがこのマッタレッラ大統領ですね。イタリアの大統領っていうのはドイツの大統領なんかよりも権限を持ってるんですよね。お飾りじゃないと。ドイツの場合は本当お飾りなんですね。それから3人の通算官僚と大臣と日本の産業を壊してるというとんでもないやつら。そして横浜市長林文子、おそらくリコール運動でが始まるでしょうね。そして今日の推薦映画ですけど、これはなんか NHK の ETV 特集で放映されたらしいんですけど、映画の広島という映画なんですね。原爆投下直後の広島の惨状を描いた映画広島で、これは1953年8月に制作されたんですけど、ずっと
お蔵になってたんですね。で1955年に第5回ベルリン国際映画祭の長編映画賞を受賞しているということで、これが今注目されているということで、この映画のいわゆる書評みたいなのが長州新聞に載ってたんで、これを取り上げたんですね。この映画っていうのは当時の日教組が資金を集めて、広島原爆直後の惨状をですね、映画として残すということで、作ったんですね。それで、8万8,000人がキャストとして演じたということなんですね。でこの映画は原爆投下から8年後、広島市民から要請を受けた日本教職員組合日教組が原子雲の下で何の罪もない老若男女がどのような体験をしたのか、できる限り正確に伝え残す目的で映画制作したものと、被爆当時の体験を綴った子どもたちの作文集「原爆の子」を元に脚本化していると。ストーリーはある高校の女子生徒が白血病で倒れ、不安な入院生活を送る中で見舞いに訪れた旧友たちが原爆投下を批判する本を朗読する場面や、原爆孤児となった青年の屈折した生活などを織り交ぜて展開するということなんね。でこの映画はアメリカからですね反米的とされたと。でその箇所なんですね。3箇所あるのかな。で一つがラジオから流れる原爆を投下した B29 エノラ・ゲイの操縦士がまさに死のうとしている哀れなやつらに誰が哀れみと同情を禁じようが、いや真珠湾とバターンの死の行進を考えならば何の同情も起こるはずがないと告発する部分が描写されてるんですね。これを反米的だというふうにアメリカは断定したんですね。から2番目、原爆投下を批判する本からアメリカは罪のない日本人をモルモット代わりに使ったと、それは有色人種だったからだという箇所を朗読する部分、ナチスの毒ガス使用の非人道性を非難するアメリカがその何十倍も残虐な原爆を非戦闘員に対して使った犯罪をも批判していると。これが反米的だというふうに言われたんですね。から3番目、原爆孤児たちが原爆で死んだ人の頭蓋骨を掘り出して米兵に売ろうとする部分、英語で人類史上最初にして最大の栄光をこの頭上に輝くと書いた紙を貼り付けた頭蓋骨を米兵が喜んで買う場面が続くと。この3点、これをカットしなければ上映はできないと迫られたんですね。要するにアメリカに遠慮したと。映画人は占領期の検閲についてよく知っていたからと。だから占領軍がもういなくなったんですよね、1953年だから。サンフランシスコ講和条約後ですよね。番組は佐藤忠夫がこの発言を交えて、当時日本は独立だとされたが原爆のことは一切報じてはならないという占領期の言論統制プレスコードに縛られた映画界が自主規制したものと説明したと。それに米ソ冷戦が始まる中で日本を覆った時代の圧力で当時においてはある意味仕方なかったかのような印象を残したと。だが問題の反米的とされるこの部分はありのままの事実であり嘘は含まれていないと。むしろ広島市民が自ら体験した本当のことを伝える上でぜひとも伝えたい革新的な内容を象徴するシーンであったと良いだろうと。
でそれはこの映画が完成する3年前の1950年、原爆のことを口にすることさえはばかれていた占領下の広島で公然と原爆投下の犯罪を暴き、原爆に反対する戦いの火蓋が切られ、多くの広島被爆市民の怒りを束ねて全広島の世論を形成していったことを切り離しては考えられないと。事実この戦いの先頭に立った原爆詩人峠三吉や彼が出身となった原爆被害者の会が映画制作に全面協力し重要な役割を果たしたということですね。この記事なかなかいい記事なんで今 URL を貼り付けますんでぜひ読んでください。長州新聞です。これ DVD 見たら今のところ、入荷の予定がないということで、注文はお断りしてるという Amazon はそう書いてありましたね。石森さん、お茶配信ありがとうございます。山崎康子氏ワイワイニュースライブ配信中ですと。K さんコンティニューコインですね。ということで、今日の推薦映画でした。これご覧になった方いらっしゃるんじゃないですかね。から今日の一言はさっき言いましたイタリア大統領っていうのはどういう制度なのかと、それから柳井忠夫元首相秘書官とはどういう人間なのかと、彼こそが日本の原子力政策の基本計画を書いた原子力推進派の頭目ですよ。で3番目が林文子横浜市長とは誰なのかということで、彼女はホンダオート横浜販売に車の販売員として入社して、それから会社BMW の東京事業部に入社して、で、東京新宿支店長になって、そして最後はBMW の社長になってるんですね。そして、次に大英の顧問、大英の社長にもなっていると。そして日産に行って日産の代表になってるんですね。だからすごいんですね、この人ね。大企業のホンダの販売員の平社員から始まって、あとは外資の BMW の日本支社長、そして大英の社長から日産自動車の社長、なってるんですね。そして横浜市長の田中宏が辞任した時に、市長選に民主党推薦で立候補したと。2009年ですね。ってことは民主党政権ができた時で、与党だったんだ、政権与党だったんです。それで2009年に当選して、2013年次の市長選に民主党、自由民主党、公明党推薦ということで、与野党が一緒に推薦したんですね。13年。でこれはもう安倍内閣の時ですね。それで14年に指定都市市長会会長に就任と、任期は2年。そして前回の2017年7月に横浜市長選挙に参戦したと。この時は自由民主党、公明党、連合神奈川推薦ということですね。完全にもう菅官房長官が地元ですから、もう完全に裏でつながってるんでしょうね。ということです。で今日の注目情報ですけど、ネトウヨが自民党工作員だった事実が判明と。バイトの大量動員でネット対策ということで、これはネイバーのまとめ、これ長い案なんですけど、結局自民党がバイト豊富なですね、年間170億円の政党助成金を使って
もうバン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 ですね、バイトを使って、ネット対策をしているということが暴露されてるんですね。これですね。だから名古屋の美術展で2日間で、1200のクレーム抗議が来たというのは、もう完全にで自民党と博報堂じゃないや、えっ、と、どうでしたっけ、電通か。自民党と電通が雇ったネトウヨに、組織的に抗議をさせたという結果でしょう。ここバラバラにですね、2日間で1200とか1300の抗議なんか聞こないですよ。組織的に誰かが組織動員して、抗議させたということしか考えられないですよね。ネットウヨ。だから自民党本部の中にもそのネトウヨのネット監視部隊がいると。それから電通が雇ったネット対策部隊がいると。この2つがやってんじゃないですか。金払って。ということですね。これかなり長い記事なんで、ぜひ、お読みください。で、今日の推薦図書ですね。このジム・ロジャースさんの日本への警告ということで、今日は第11回目の朗読ですね。第2章、日本人が今克服すべき課題ということで、移民はいらないと言い始めたら国家は衰退するというところですね。ここ読みますね。2ページぐらいですね。問題のある国の政府が困難な事態を外国人のせいにしようとする例も歴史的に多く見られると。これは日本に限った話ではないと。物事がうまくいかなくなると誰もが外国人のせいだと言う。そして外国人は臭い、外国人の食べ物は臭いと言い出して移民を排除しようとすると。そうした言葉を私は世界中で何度か聞いたかわからないと。ここで思い返されるのが、かつてアジアで最も豊かな国であったビルマだと。ビルマでは1962年以来、クーデターにより独裁的な軍事政権によって支配され、閉鎖的社会主義体制が取られたと。さらに1988年の政変によって成立した軍事政権により、翌年から国名がミャンマーに変わったが、アメリカの経済制裁やインフラ不足を背景にアジア最貧国へと転落の道をたどった。これが政府が外国人を追放せよと命令し、国境を閉鎖していた間に起こったことだと。ただ、日本に明るい兆しがないわけではないと。安倍首相は2019年4月から、在留資格特定技能を取得した外国人労働者を5年間で上限34万5千人余りを受け入れる旨を表明したと。年間に換算すると 7万人規模であり、1億2500万人の人口を抱える日本では微々たる数だが、それでも小さな一歩であることには変わりないと。私はこの話を聞いて少し興奮したと。富裕国から最貧国になったミャンマーも、現在は再び外国人に対して門戸を開放するようになったと。これは正しい判断だと。日本のことは日本人が判断すべきだが、歴史上の事実に目を傾け
るならば、豊かになるには移民を受け入れるほかないと。もう日本だけでやっていけると言えた時代は終わったのだと。日本の人口が増えていた時代であれば、国内需要だけでビジネスを成功させることができた。しかし今は違うと。日本の人口減少については、労働力の減少の側面から問題視されているが、国内需要が減るという面も同じくらい大きな問題なのだ。これからは移民を受け入れるとともに、外国人に受け入れられるビジネスをすることも大切なことになっていると。韓国はサムスンをはじめとする大企業が早くからグローバルにビジネスを展開してきたと。人口5000万人程度の韓国ではそうするほかなかったからと。日本人も現実を受け入れるべき時ではないだろうかというところですね。で、次が日本の学校を外国人に開放せよというところですね。来週の月曜日ですね。というところです。ということで、今日読んだところのをアップしますね。タイトルだけでも。マイナス7。これですね。アキさん、コンティニューコイン、いつも配信感謝しておりますと。ありがとう。ヘチさんですね。サンキューということですね。ナカン3193、コンティニューコインですね。K さん、ファーストパート、広島、全般、YouTube で見られるんですね。これはすごいですね。早速ありがとうございます。ということです。そして今日のメインテーマの詩ですね。もしも戦後の日本国民がなすべきことをしていたならば、世の中はずっと良くなっていただろうということで、2019年8月23日、山崎康彦ということで、短い詩なんですね。もしも戦後の日本国民が戦前の天皇制と大日本帝国憲法を破棄してゼロから新憲法を制定していたならば、その後の日本はずっと良くなっていただろうということですね。でもしも戦後の日本国民が昭和天皇裕仁を人道への罪を犯した重大戦争犯罪人として裁判にかけ有罪にしていたならば、その後の日本はずっと良くなっていただろうと。彼は完全に免罪免責され、平和天皇、人間天皇、学者天皇、家族愛に満ち溢れた天皇と、ニコニコいつも笑ってる天皇という全くの真逆なですね、イメージチェンジをして、名前を変えた象徴天皇制のトップに再び返り咲いたという考えられないようなことが起こったんですね。本来は天皇裕仁っていうのはもう、史上最悪最大の戦争犯罪人だと。5000万人のアジア太平洋侵略戦争によって日本人320万を含む5000万人の人々を殺したんだと。その最高責任者だというのが本当の正体なんですよね。から次、もしも戦後の日本国民が昭和天皇裕仁が日本国民を総動員して起こしたアジア太平洋侵略戦争を重大な誤りとして、猛省し、被害を受けた全てのアジア太平洋諸国民に対して、謝罪し、そして被害者一人一人に賠償金を支払っていたならば、その後のアジア諸国と日本はずっと良くなっていただろうということだね。でもしも戦後の日本国民が日本全国200都市を絨毯爆撃して日本国民約100万人を殺したルメイ米空軍司令官を人道への罪を犯した
重大戦争犯罪人として告発して裁判にかけて有罪にしていたならば、その後の日本と米国はずっと良くなっていただろうと。でもしも戦後の日本国民が1944年9月にハイドパーク秘密協定を結び、日本への無警告原爆投下を決定したチャーチル A 首相とルーズベルト米大統領を人道への罪を犯した重大戦争犯罪人として告発して裁判にかけ有罪にしていたなら、その後の日本と英国と米国はずっと良くなっていただろうと。彼らも戦争の英雄として、戦争犯罪人じゃないんですよね。チャーチルにしてもルーズベルトにしても戦争の英雄なんですね、今だもって。実はこのハイドパーク協定という、1944年9月にですね、ルーズベルトが4選かな、大統領選挙中の忙しい時にわざわざチャーチルがロンドンからこのハイドパークっていうルーズベルトの指定のあるニューヨークの郊外ですね、ここに訪れて、ハイドパーク協定という秘密の協定を結んだんですね。で、これはもうその当時開発された原爆をドイツではなくて日本に使うと。そして原爆の開発に英国と米国が協力するよという秘密協定をしたんですね。それで、その10ヶ月後、1945年8月6日と9日に無警告で広島と長崎に原爆を投下したと。それはこのハイドパーク協定が結ばれてたからなんですよ。このことをほとんど知らないですね。隠されてるんですね、ハイドパーク秘密協定っていうのはね。からもしも戦後の日本国民が広島と長崎に原爆を落とし、日本国民、約40万人を殺した最高責任者であるトルーマン大統領を人道への罪を犯した重大戦争犯罪人として告発して裁判にかけ有罪にしていたら、その後の日本と米国はずっと良くなっていただろうということなんですね。これが今日のメインテーマの詩ですね。これはそうなんですよ。戦後の日本国民がなすべきことをやってなかったと。だから今からでも遅きに失しましたけど、今からでも我々がすべきことなんですね。これを12345つ私は列挙したということなんですね。こんなこと到底できないよという反応が多いと思いますけど、違うんですね。やるべきなんですね。今までやらなかったことによってこの世界中がおかしくなっていると。戦争犯罪人が犯罪人として裁かれないと、逆に英雄として尊敬されちゃうと、こういう世界がそのままずっと残っているということなんですね。03 Amazon で販売中、アドレス長いので以下で検索と、広島岡田英二関川さんですね。そうですね。でも Amazon でさっき見ましたけど、入荷予定が未定なので、注文できないんですよね。だから YouTube で、半分ぐらい見られるということなんで、先ほどのアドレスで YouTube で見た方がいいですね。ということで今日のメインテーマをアップします。雪丸馬さん、もっとひどい真実がありますと。原爆地上起爆説と、こういうことですか。ということで、一行一行書いておきますね。
これがそうですね。だから新憲法を制定していたならばと、天皇制なんかもうとうになくなってるだろうと、いわゆる昨日のメインテーマで取り上げた5つの基本理念がそのまま起爆装置がない状態で新しい憲法ができていたはずと。それから昭和天皇裕仁の戦争犯罪を、罰してたら今の象徴天皇制もないだろうと。それと昭和天皇裕仁に協力した全ての戦争犯罪人も同時に罰せられたはずだと。もうほとんどが免罪免責され、そして自民党の政権中枢に潜り込んだんですよね。だから今の安倍以下の自民党の幹部連中はその末裔なんですね。人脈は全く免罪免責された戦争犯罪人、岸信介なんかまさにそうじゃないですか。それから昭和天皇裕仁が主導し日本国民を総動員して起こしたアジア太平洋侵略戦争で5000万人を殺したと。そして、生活を全面破壊したということに対して、日本国民として、このことを猛省して反省して、そして謝罪して、そして被害を受けたアジア太平洋諸国民の一人一人に賠償をするということをしていれば、その後のアジア諸国、日本はずっと良くなっていたはずだということですね。雪丸まさん、キャス君、アイスですね。そうなんですよ。だから今のいわゆる安倍が歴史修正主義ということで、従軍慰安婦はなかったと。彼女たちは金のために、自ら体を打った売春婦でしかなかったんだとか、南京虐殺はなかったとかですね、侵略戦争じゃなくてアジア諸国民を解放する解放戦争だったんだっていう全くの歴史を捏造して修正するということもなかったはずですよね。からもしも戦後の日本国民が全国200都市を絨毯爆撃して100万人を殺したルメイン、このルメインに対して戦後ですね、勲一等大旭日賞っていうのを勲章をあげてるんですね。これは小泉純一郎の父親でしょ、防衛大臣。それと源田実、戦前の海軍の参謀、彼が中心になってルメイにことあろうにルメイに対して勲章を与えると。ルメイっていうのは例のキューバへのミサイル搬入に関して、一触即発ソ連と米国が核戦争なんじゃないかという時に彼は司令官だったんですね。ミサイルの司令官で原爆を使うべきだというふうに強硬に主張したんですね。それをケネディは却下したという危ないところだったんですけど、とんでもないやつが戦後まで生き延びたんですね、これ。ルメイ。だから1944年、45年の3月10日の東京下町大九州の司令官がルメイですよ。10万人を一夜にして殺したと。とんでもないやつですよね。
と高田世界館で上越し、上映してんだ。上越市って新潟ですね。1日1回。ああ、なるほど。そしてハイドパーク秘密協定。もしも戦後日本国民が1940年9月にハイドパーク秘密協定を結び、日本への無警告原爆投下を決定したチャーチルとルーズベルト大統領を人間への罪を犯した重大戦争犯罪人として、告発して裁判にかけ有罪にしていたら、日本でですよ、マイナス1。その後の日本と世界はずっと良くなった。英国もですね。要するにチャーチルとかルーズベルトとか、彼らの正体が暴露されてただろうということですね。もう一回世界大戦に参加して、今度は勝ち組に入っとけば敗戦国から戦勝国に返り咲けるという目論見でしょうね。安倍日本会議という。要するに戦前の大日本帝国を彼らは再度いわゆる強国になるべきだと核武装して、日本も核大国になって戦前みたいないわゆる軍事大国になるべきだと。そのために原爆の再稼働をしてるわけですよね。プルトニウムを保持すると。原爆製造にはプルトニウムが欠かせませんので、外国からプルトニウムを輸入することできないんで、民間の原発を稼働してプルトニウムを貯蔵するということで、もうすでに日本は異常なほどのプルトニウムの在庫を持ってるんですよね。アメリカが警戒するほどのプルトニウムの在庫を持っているということで、安倍日本会議、神社本庁、靖国神社を含めたいわゆる天皇教原理主義者たちの目論見っていうのは、日本を核武装して戦前の大日本帝国を復活させるというとんでもないことなんですね。そして最後、もしも戦後の日本国民が広島と長崎に原爆を落とし、日本国民約40万人を殺した最高責任者であったトルーマン米大統領を人道への罪を犯した重大戦争犯罪人として告発して裁判にかけ、有罪にしたなら、その後の日本と米国はずっと良くなってただろうと、そういうことなんですね。マイナス9。ヘチさん、コンティニューコインですね。私には日本がカルト国家にしか見えます。そうですよ。カルト国家ですよ。明治維新以降。だから天皇制っていうのはもうカルト宗教天皇なんですよね。ありとあらゆる世俗的な権力を大日本帝国憲法で天皇に与え、かつ神的な霊的な、不可侵、な神聖なるものといって、もうカルト宗教の教祖ですよね、天皇と。それが戦後もずっと生き残っている
だから日本はカルト宗教国家なんですよ。創価学会、公明党創価学会もカルトですから、ヨーヨーさんコンティニューコイン、キャス君ですね、ヘッチさんコンティニューコインですね、というのが今日のメインテーマでした。だこれはやはり我々がすべきことなんですね。遅きに失してますけど、今からでもいいということで、時間がちょうど1時間ですね、61分14秒ですね。で、今日のトピックス27日まで連立枠組み合意をとイタリア大統領各党に求めるということ、AFP ですね。連立もしも5つ星プラス民主党の中道左派連立政権ができれば理想的ですよね。本来は同盟なんかと組まないで民主党と組むべきだったんですけど、民主党が怖がったみたいですねなぜか。27日まで結論が出るということですね。それから産業根こそぎ破壊と、韓国叩きの本質は経済省の亡国政策だという、これ金子勝さんの日刊現代の記事、これなかなかいい記事ですよ。カルト国家ですとツイッターで、前川喜平さんが言われてましたと。そうですよね。から韓国政府、日本の対話拒否、侮辱的反応に GSOMI や終了の成功法を選んだと。当然ですよ、これ。韓国の判断は正しいですよ。それで、安倍のオリンピック、ボイコット、放射能オリンピック、ボイコット、買収オリンピック、ボイコット、我々もボイコットすると。全部でおそらく4兆円近いですよね、税金が投入されるという。もう完全にあれですよ、ゼネコン向けですよ、これは。大企業向けのビッグイベント。だから、浮かれてる場合じゃないでしょ。から安倍、弾丸外交で早くも始まった経済損失に日本企業が悲鳴という日韓現代。これも韓国国民の団結力というのはすごいですからね。一度始まったら徹底的に行きますから、特に観光客が激減するでしょうね。そしてビールなんかがもう売り上げが激減して、ほとんど売り上げがなくなるとかね、ユニクロが販売不振で撤退するとかですね、ものすごい影響で出てるんですね。だからこの安倍の完全に間違った対外政策で実際に自分たちの企業の売上と利益が激減しちゃったということの損害賠償請求をすればいいんですよ。こういう各企業が安倍個人に。九州地方で韓国への直行便運休が続出と。だから対韓航空も、九州だけじゃなくて日本全国の韓国との便をですね大幅に減らすことを決めたんですね。それほど韓国からの訪日客が激減してるっていうことなんですよ。まだ1ヶ月ぐらいしか経ってないんですよ、これ。
これは横浜カジノ誘致表明、林市長、住民投票するつもりはないという、もう完全にあれと似てきてるよね。菅官房長官ということが。だから後ろに菅がついてるんですよ。背後霊みたいにして。から今日の重要情報、ジ・ソミヤ破棄日韓関係をここまで悪化させた安倍政権と八代弁護士、有本薫ら安倍応援団は嫌なら来るなの大合唱というリテラですね。有本薫、なんか女性のコメンテーターが安倍応援団で最近は出てるらしいんですけど、何なんだろうね。八代っていうのはこれほどテレビに出てたら本来の弁護士業務なんてやってないんでしょ。タレントでしょもう。ということで、時間が66分50秒ですね。視聴されている方が55名、全体が131名様、コメントが43件ということですね。ということで、今日金曜日の放送はこれで終わりです。現在、日本時間の10時18分ですね。たくさんのコメントと、たくさんのコンティニューコインと、たくさんのギフトですね。いただいてありがとうございました。そうなんですよ。日本はカルトなんですよ。アメリカもカルトですからね。キリスト教原理主義からイスラエルがユダヤ原理主義でしょ。からイギリスは王室、イギリスの王室、一種のカルトでしょうね。だから世界中がなんかカルト教に支配されちゃってるということですよね。サウジアラビアがイスラム、ですよね。それからパキスタンとかインド、ヒンズー、パキスタンがイスラム、それからサウジアラビアからイランがシア派だから、世界中よく見ると宗教かイデオロギーに支配されているという、カルト宗教支配かイデオロギー支配か、そしてその背後には金融支配がデンと構えていると、そういう構図ですよね。話は変わりますが、立花隆の記事利用させていただきましたという、これは何だろう。K さん、お疲れ様です。まだファシズムから王朝から天皇制から抜け出せない、人類発達既存段階と、前頭葉の発達不十分ということですかね。日本人の前頭葉が不十分と。これ立花隆の記事利用させて、私の記事なのかな。とんでもないやつを国会議員にしたなと、日本国民と、あれの記事ですかね。ということで、今日の放送これで終わりです。明日、明後日はお休みなんで、また来週月曜日ですね。できるだけ9時頃始めたいと思ってますけど、よろしければまた合流してくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送はこれで終わりです。